私もうかれこれ26年7年車屋さんやってますけど、はい、これ今撮りますよ。はい。おちょっと見たことないぐらい。普通その音しないですからね。しないですしないです。私ね、怒りすら覚えてます。怒り。だからこの板金がいかにひどいのかっていうのが分かってもらえるのかな。車を触る人から見たらわかるかもしれないですね。皆さんこんにちは、ナイルンメカチャンネルです。はい、矢口さんこんにちは。こんにちは。今日なんですけど、はい、緊急で動画を回してます。緊急。はい。はい、これね、お客様から、はい、エンジンチェックランプがつくので、はい、見てほしいところね、はい、あゆさんが取りに、はい、霊下行きました。東京まで行ってきましたよね。はい。はい。で、まあお預かりしていろいろ見たんですけど、まあちょっとひどいと。はい。じゃあ何がどうひどいのか。はい。ちょっと私ね、怒りすら覚えてます。怒り、珍しいですね。めったに怒らないじゃないですか。怒ったとこ見たことないです。はい、逆に。でもちょっとこれはないんじゃないかなっていうことで、はい、まあそれをちょっと早速紹介していきますんで、はい、じゃあ早速いきましょうか。はい。はい、それではどうぞ。じゃあね、矢口さん、はい、早速今回お客さんがまあちょっとこう見てほしいところとして、はい、チェックランプ点灯、まあこちらの方はまあ修理でいいんですけど、はい、それ以外に何だったっけな。カタカタ音がするって言ってますね。後ろからカタカタ音がする。はい、で、あゆさんも試乗してもらったらちょっとしてたよね。低速で段差を乗り越えた時に、はい、結構ガタ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 って、はいはい、しました。はい。あとなんて言ってたかな。バンパーがずれてる。ずれてる。はい。はい。で、一応このお客様なんか去年の5月かな、車購入された時に、はい、一応なんか後ろを修復歴ありだと、はい、ただちょっとバンパーもずれてますけど、はい、問題ありませんと、はい、言われてるらしいんですけど、はい、いや問題だらけ。だらけですか。ちょっとそれをまあ私たちで、はい、どこがどういう風なのかを、はい、ちょっと順番に説明していきますね。はい、はい、じゃあまずゲートを開けまして、はい、はい、これテール見てください。はい、隙間わかりますか。はい、収まってないですよね。収まってないです。はい、はい、でテールもこれ動くグラグラ。はい、はい、ちょっとどういうことと。はい、はい、本当にもうパッと見で見てもらうと、もうここにこの隙間もひどいけど、パテが割れてるの見えますかね。はい、パテが、はい、板金修理してあるんですけど、はい、ちょっとひどい。ひどい。私もうかれこれ26年7年車屋さんやってますけど、はい、ちょっと見たことないぐらい。まあだったとしてもちょっとこれはどうなのみたいなレベルなんで、はい、もう早速テール外しましょうか。じゃあテールをね、順番によいしょ、まあ外して、でこれ今取りますよ。はい。おうはい、じゃあ分かりやすいように、はい、こっち側普通こうです。お、綺麗です。で綺麗だし、こちら側じゃ右側のテール、はい、右側のテールがまあこういうふうにゴムになってて、はい、ここが押さえつけられてて、はい、雨とかが入らないようになってますよね。はい、こちらはもうここにガスケットがいません。はい。し、なんだろうこれ。これ多分ガスケットなのかな。いやもう発泡ウレタンだねこれ。ああ、いわゆるなるほど、なんだろう、住宅用のモコモコしてるんですね。そうで見てみるとこれもうこれ何これと、これ何この、それすごいですね。これ入んないですよね。はまってないですよね。もう無理だもんね。行かないもんねこれ以上。行かないです。ここにこんなビスがいたら。はい。これだってこのビスより向こう行かなきゃいけないですよね。こっちも。で、まあこの辺見てみると、つうかじゃあね、あきさん、面白い違いで、なんだろう、もうちょっとひどいんだよ。何これはもうなんだろうこの言いたいこといっぱいでどう言ってるかわかんない。まあもともとじゃあね、右側でテールあるじゃないですか。はい、一応1、2、3箇所なんですよ。はい、1、2分かります？はい。ここ1、2、3、3箇所で一応固定されるんですよ。はい、ここ向こう見て。ないのも穴もないし、ないですね。本来
こっち側のテールのね、ほらもうないんですよ。いらっしゃらないですね。いらっしゃらないんですよ。まあ無理でね、これがあったらって入んないもんね。そうですね。これがあったら、だからわざとこれ削られて取られてるんですよ。ああ、これ削ってあるんですね。もちろんじゃないとだってつかないと入んないじゃないですか。はい。っていうことはまあ勝利としてもひどければ、もうこの辺も割れてきちゃってですね、パテが。見てかな。わかります？パテが割れてますよね。はい。で、じゃあこの辺どうかってなるかなと見ると、もうまずこういうビスとか。それは使わないビスですね。プラスは。浮いてるんですかこれ？浮いてるんですよね。多分ビス止めでこのトリムを奥につけたかったんでしょうね。ああ、そういうことか。でこっち側見てみると、多分この辺ももうパテの跡がすごいんで、相当ここ引っ張ったんでしょうね。なんか事故車の見分け方やりましたね。いや、そうで事故車の見分け方をやったじゃないですか。で、動画の中で、修正機の話って覚えてる？覚えてます。車がこのじゃあ止まってる状態、止まってる状態で、ここがぐちゃって入ってた。そうするとそれをこう引っ張るんですよね。でもある一定の力以上になっちゃうとどうなる？車ごと動いちゃう。だから車を動かさないように固定しないといけない。で、その固定の仕方っていうのが、ジャッキポイントに鉄のプレートを挟んで固定するって言ったよね。言いました。じゃあちょっと車上げるね。わかりますかね？これですよ、これ。これ。そう。このちょんちょんした後。でこれ反対側も映してあげて。反対側。裏側から。わかります？両側で挟んでるの。ここ。わかります。だからジャッキポイントをギザギザのプレートで挟んで、がっちり固定してからこうってことですね。そうやって挟んでるんですよ。ちょっとひどいですよね。そうですね。僕たち前のその事故車の見分け方の時も話しましたけど、もうここに修正機跡があるだけで、もう修復歴ありなんですよ。それ消せないんですか？悪い業者さんっつったら失礼だけど、板金屋さんの中には、ここの後を、ここも板金する人がいる。なるほど。その後にね、全部終わった後に、いわゆるその修正機跡っていうんだけど、修正機跡の痕跡を消しちゃう方もいます。じゃあね、外してみましょうか。ちょっともうある程度のネジは取ってあるんで、簡単に外れるようにはしてあるので、よいしょ。でちょっとこっち置きますね。よいしょ。出てきました。こうやってパッと見ただけじゃ多分分かんないかもしれない。でももうこの辺形が違うんですよ。そうですね。全然違います。まずじゃあこのリインフォースメントでついてるじゃないですか。こっち側見ましょうか。真っ平らなボディパネルに対して真っ平らなリインフォースメントのプレートがついてますよね。ついてます。わかります？大丈夫ですかね。じゃあこっちのあっちのリインフォースメントあっちのリインフォースメント見て。これ指が入りますよ。下からももうちょっとあれしてあげて。隙間が開いちゃってるの。これは曲がってますよね。これも曲がってるし、こっちも曲がってますよね。多分ですよ。これのまま板金してるんですよ。外さずにね。普通は外して板金するんですけど、多分外したらもうつかなくなっちゃうので。なるほど。今これ外したら、多分外れないと思います。で、ねじれちゃってる。言ってた音の原因がこれですよね。コンコン。これこんな音じゃなかった？段差の量なんかそんな感じでした。普通そんな音しないですからね。しないです。なるほど。だからこの板金がいかにひどいのかっていうのが分かってもらえるのかな。車を触る人から見たら分かるかもしれないですね。もうこの辺もパテてんこ盛りだし、ちょっとなんだろうっていう感じですよね。
今回うちはこのブラケット変えたりとかしてある程度もうちょっとこう収まるようにはする、まあちょっとここに穴が開いてないんで難しい部分もありますけど、試運転した感じまっすぐ走ってないんですよ。まあもちろんフロントの影響もあるから、そのフロントのね塔とかの影響もあると思うんですけど、後ろ多分足曲がってると思います。でじゃあ、簡単な、まあ自分の車でも分かる方法、まあちょっとお教えしましょうか。ぜひ。じゃあこちらの車、ここの付け根からここまで、私の指がまあだいたい第一関節ぐらいで指3本でちょっと隙間があるかな、このぐらい分かりますか？分かります。じゃあ向こう行ってみましょう。こちら、指3本入んないですね。まあだってこのぐらいまで入ってましたよね。こんぐらいじゃなかったですか？それがここだともう入んないですよね。ノギスで測ってみましょうか。ノギスというよりはあれかな、メジャーでいいかな。じゃあここの位置でいきましょうか。ここだとまあ約 4.5 ぐらいですね。ここね。こちらだとこうがいいか。5ですよね。本当だ。だから 0.5 も違うと。こっちの方が後ろに来てる。でこれに関してはもう調整のしようがないので、まあ一概にこの前後だけではないと思います。多分、キャンバーとか、塔とか、その辺もかなり影響はしてると思うので、多分これタイヤすごい新しいんですけど、変満もしちゃうんじゃないかなと。なるほど。思うし、多分ちょっと、直進性としては違和感を感じるんじゃないかなと。まあ実際僕運転してみて違和感感じたんで、っていう感じなんですよね。まあこれがいわゆる修復歴ありの車は避けた方がいいよねっていうところの一部ですよね。結局その修復歴って何をどのように直したのかは分かんないじゃないですか。でそれが直したことによって今後どのように影響が出るかっていうのは分からない。でも普通はパッと見は直してあるかないか分かんないようなレベルで修理するけど、これに関してはちょっとひどいです。なんか自分はちょっと、今までにこういうの見たことないんで。だって普通板金なら買えますよ。これ買えますね。だって1万円もしないですもん。6800円とかですよ。買いましょうよ。本当に買いましょう。多分バンパーとかは書いてあると思いますか、と思うんですけど、そうだから結局このリインフォースメントもそう変えてないんで、このままの状態だからこんな感じで音も出てしまうということですね。まあちょっといろいろ言ってきましたけど、結構ひどい修復歴で、まあもう一回ね見てもらうと、こっち側から見てもらったらさ、この鉄のプレスラインも普通じゃないですか。でここになるともうプレスラインがぐちゃぐちゃになってるし、まあここの合わせ目もこうやってね、右側はちゃんと溶接でくっついてますけど、まあここも割れちゃってるもんね。ここもそうですね、へこんでる。だから相当な力でぐわっと入っちゃってるのを追突されちゃった感じですかね。を中途半端に引っ張って、ある程度の形にして戻しちゃったんだろうなっていうところ。なのでまあこれ言い方失礼かもしれないですけど、うちならもう販売するレベルではないのかな。っていうかまあ直さないかな。板金屋さんもびっくりしましたもんね。そうだ、うちのね板金屋さんも見てたけどちょっと驚いてましたね。ということで、まあ修復歴、まあありなしもそうですし、修復歴ありの場合は、本当にその軽微なものから、要はもう走行に支障がなくて溶接でしか外れないところを書いてあるから、まあ全然大丈夫なものもあれば、もうここまでいっちゃってるとやっぱ足にも影響あるでしょうし、やっぱねテールなんか一点止めですから、っていうのもあるので、まあちょっと皆様車をこう
購入を考えた時には、はい、まあ、修復歴ありはなるべく下げてもらった方が、ね、もちろんね修復歴ありの方が安いんじゃないですか、はい、お値段も、はい、なのでお得感はあるんですけど、結構やっぱりそれでねこういう痛い目見ちゃう人もいますので、はい、はい、ということでナイルさん、まあ、できれば修復歴なしの車がいいよねと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。はい。でナイルさんが売る車は基本的には修復歴なしなので、はい。はい。でまあ今乗ってくるお客さんもね気になるんだけどって方はまあLINE からご相談いただければと思います。はい、電話だとちょっと対応できないそうですね。はい。ということで今日はちょっと緊急で動画を撮ったんですけども、まあなるべく修復歴ありの車に関してはやっぱりこういう風にはまってしまう場合もあるので、はい、皆さん気をつけてくださいと、はい、はい、いうことですね。そうですね。はい、じゃあ今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。はい。また次の動画でお会いしましょう。はい。さよなら。さよなら。